どうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ、今回の動画はかなり重要なお話をこの動画を通じてね、皆さんに情報シェアしていきたいなと思っております。そしてもう一つ、この動画を見ていただいた視聴者の方で同じ経験をされた方、同じ境遇の方ですね。で、今現在進行形とか、こういった方法がありますよとかね、これで解決しましたよとか、そういった情報をお持ちの方がもしいらっしゃれば、情報提供お願いしたいと思います。すごく困っている方が非常にたくさんいらっしゃいますので、何かね、些細なことでも構いません。情報をお持ちの方がいらっしゃれば、動画内にコメントを入れていただくか、X の DM、LINE サポート、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておりますので、情報提供お願いしたいなと思っております。その内容については、この後しっかり説明させていただきたいので、ぜひこの動画に関しては最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、今回情報提供を含めた重大なお話っていうのをこの後しっかりしていくんですけれども、まずは事の経緯をね、簡単にちょっと説明だけしておきたいなと思います。僕のチャンネルね、昔から知っている方であれば、僕自身が約5年ぐらい前になるのかな ?4 年ぐらい前かな、ずーっと注意喚起をしてきたものがあります。それは Apple ID のアカウントの乗っ取りですね。ちょうどこれが流行る前から、これには絶対注意してくださいねっていう形でお伝えをしていたんですけれども、僕自身のチャンネルはね、弱小チャンネルなので、そこまで認知度もないので、被害者がたくさん出ました。当時は1週間の間に50から100件ぐらい、僕のチャンネルだけでもそれぐらいの相談件数が来てたぐらいです。当然 Apple サポートの方でももうパンク状態でした。最終的にはアクティベーションロックのね、強制解除しないといけないとかね、そういった作業があるんですけれども、本来であれば1日2日3日でできるものが1ヶ月以上も待たされる。それぐらい Apple サポートもパンク状態でした。で、こういったね、僕も注意喚起ずーっとやってきていて、近年というかね、ここ最近は、1ヶ月の間に、そうですね、3件、4件ぐらいの相談でした。これでまだ騙される方がいるんだな、もう注意してくださいね。時々僕もね、注意喚起として、YouTube の生放送とかでも言ってたりしてたんですけれども、被害者っていうかね、僕の相談に来る件数としても、ずーっと下がってきておりました。ただですね、この1週間、ですかね、10月の20日ぐらいから11月の頭ぐらいですかね、月末を挟んだぐらいだと思うんで、この間だけで11件、Apple ID のアカウントの乗っ取りの相談が来ました。ただ、ここだけではね、正直言って、この手順を踏んでやっていってくださいねっていうアドバイスをずっとやっておりました。もしね、この動画を見ていただいている方で、その対応の仕方を知りたい方は、僕の別の動画できちっとね、話しております。例えば、Apple ID のアカウントの被害に遭わないための動画、もし遭ってしまった時の対応の動画、それぞれきちっと僕のチャンネルでは動画としてありますので、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきます。そこで確認してください。今回のこの動画では、その対応については、ちょっとね、省略させていただきます。ちょっとダブった話になっちゃうんでね。今回の動画は、そこが問題ではないんですね。当然、相談者と直接やり取りをさせていただいて、一つ一つ確認をさせていただいてね。一つ例を挙げさせていただくと、信頼される電話番号ですね。Apple ID に紐づいている電話番号。ここを確認していただいて、全く知らない、身に覚えのない第三者の電話番号がもう紐づいている。パスワードも変えられてしまっている。そこら辺を確認させていただいて、もうどうやら完全にアカウント自体が乗っ取られてしまったっていう方であれば、もう最終的には購入証明書を用意して、アクティベーションロックの強制解除してとか、そういったやり取りのアナウンスをしてたんですね。ただですね、今回のこの約11件の相談者、ほとんど、もう約9割ですね。9割が10万円の被害、7万円の被害、4万8000円の被害、11万4000円の被害。そういった形で、かなりの人数の方が、いわゆる不正利用、不正請求されてしまっているんですね。運よく、たった一人だけ、パスワードの変更ができた方がいらっしゃいました。これは本当に運が良かった方だと思います。X の DM をいただいて、相談のね、メッセージをいただいて、ちょっとね、ここ出せるんだったら出しますけれども、こういう形でメッセージをいただいて、パスワードの変更をご自身で早急にしたことで、アカウントの乗っ取りを免れた方、僕のところに相談に来た11名のうち1名だけが助かったっていう形ですね。残りの10名の方は全員が
不正利用されております。もう10万以上の方はもう何とかしたいっていう思いで僕のところに相談に来たんですけれども、まず、ここの時点で同じ境遇に遭われている方、そして現在進行形の方がもしいらっしゃれば、ちょっとね、コメントを入れていただきたいなと思います。私もこういう被害に遭いましたとかですね、何でも構いません。そういったコメントをいただければなと、ご協力の方よろしくお願いいたします。そしてこの後ですね、僕的にはちょっと重要なお話なのかなと思うんですけれども、皆さんね、iPhone の支払いの設定ってどうされていますか？例えば、メインになっているのが、クレジットカード、キャリア決済。最近で言うと、PayPay であったりだとか、iTunes カードダイレクトに登録するとか、いろんな支払い方法の設定をしているかと思います。で、ここでね、被害に遭われた方と直接やり取りをさせていただいて、当然ね、Apple にも連絡をして契約しているキャリアにも相談に行ってもらってます。ただ、結論から言うと、どこも対応してくれません。これ本当にこれでいいのかなと、僕自身はね、正直言って思っております。で、キャリアの言い分としても、なんとなく理解もできるし、Apple が言ってることも、なんとなく理解はできるんですけれども、じゃあ、ユーザーは泣き寝入りしないといけないのかっていう、結論になってきちゃうんですよね。例えばこれがね、数百円レベル、数千円レベル、1万円でも大丈夫かな。社会勉強になったなっていう程度の金額であれば、まだいいかもしれません。金額だけの話をするとですよ。それが、それは個人差によると思うんですけれども、1万円でも厳しいという方もいらっしゃれば、5000円でも厳しいという方もいるので、一概には言えないんですけれども、今回僕のところに直接相談に来ていただいている方で、一番安い方で29,600いくらだったかな。それぐらいの被害に遭われています。最高金額の方で12万ちょっとだったと思います。で、これ皆さんに確認させていただくと、すべてキャリア決済です。クレジットカードの決済は誰一人いませんでした。すべてキャリア決済の方がそういった被害に遭われているっていうことです。で、ここからがさらにね、皆さんに情報いただきたい、ポイントなんですけれども、キャリア決済で不正利用された場合、これどこが保証してくれるのか。ね。で、キャリアのいろんなね、ページを確認させていただいたり、不正利用の保証のところをね、僕自身も見させていただきました。でね、これ書かれていることっていうのは、キャリア決済の保証っていうのが書かれてないんですよね。例えば一つの例で言うと、au さんだったら auPay とか、そういった独自の Pay、決済手法ですよね。それらで不正に利用された場合は保証しますよとか、あと、各自のキャリアのアカウント自体が不正利用された。例えば au さんだったら au の ID パスワード。ドコモだったらドコモの ID パスワード。ソフトバンクだったら、マイソフトバンクの ID パスワードとかね。それらの不正利用があって、そして不正利用された、不正請求されたっていうものであれば、保証しますよ。ただ、ドコモさんだったら90日だったかな。一応期限は、各キャリアによってちょっと違うと思うんですけれども、100% 保証するものもあれば、そのうちの 50% しますよとか。それは各キャリアごとによって審査の基準があるっていうのはわかります。で、ここでキャリアが対応しない、ね、言い分としては、乗っ取られたものは Apple ID ですよねと。だったらそれはもう Apple に聞いてください。これもわかります。はい。当然ユーザーさんは Apple に投げかけます。相談に行きます。で、そこで Apple の対応としては、部署があるんですけれどもね。これは、あんまり中身は言えないんですけれども、通常の Apple の、対応ではなくて、そこ専門の部署がありますので、そこに転送されると思います。で、そこでの対応というのは、基本的には、この返金ができるかできないかの審査を行いますという対応になるんではないかなと。なので、電話をして、その場ですぐに対応ができませんっていうふうには、あまりならないんじゃないかなと思います。明らかに不正利用ではないという判断がその場でなされたんであれば、いや、これはちょっと Apple ではないですねって言われるかもしれないんですけれども、明らかにこの Apple ID のアカウントが乗っ取られて不正利用されたっていう事実確認があったのであれば、この返金に対しての、審査というかね、申請を行いますっていう形の対応になるんではないかなと。基本的なラインとしては。ただ、今回のね、僕のケースだけでお話をしているので、
すべてのユーザーっていうわけではないのでね、そこはちょっとご理解していただきたいんですけれども、ただね、今回この僕のところに相談に来ていただいた10名の方、これ au さんがめちゃくちゃ多かったんですけど、au、ドコモ、ソフトバンク、ね、キャリアに相談してもダメでした。アップルに相談しても返金不可、返金ができませんっていうのが10名中10名なんですよ。で、これはね、ちょっとどうなのかなっていうのが僕が正直に思っている点で、今回この動画を見ていただいた方で何か情報を知っている方とか、情報を知っているというかね、同じ経験をしたとか、この解決方法がありましたよとかですね、そういったものがあれば、ぜひね、教えていただきたいなと思います。非常に困っている方が、たかが僕のチャンネルだけでももう数十名を超えてきているので、何かね、情報共有できるものがあれば、ぜひね、コメントを入れていただければなと思います。そしてね、一応僕もいろいろ調べさせていただきました。このキャリアが言っている、言い分っていうのも、わからなくはないんですけれども、例えば、キャリアが発行しているカードであったり、auPay とか、ドコモのご自身のブランドのものとかね。で、キャリアの ID パスワードが不正利用されてとか、その順序立てて、これはどう考えてもキャリア側できちっと保証しないといけないですよねっていうものは、しっかりやっているようなんですけれども、ただ、そのキャリア決済っていうところに関しては含まれてないんですよね。で、キャリアが言う分には、ID パスワードはこれ Apple ID なので、これはもう Apple の方で対応してもらってください。わからんでもないけど、そしてApple に連絡しても、Apple としては Apple ID とパスワード、確かにこれ不正利用されています。アカウント乗っ取られているっていう風に、Apple はね、表現しないんですけれども、第三者に渡っているとかね、そういう風な表現をすると思うんですが、おそらくなんですが、もうこれはあくまで僕の個人的な見解として聞いていただきたいんですが、Apple としても、承認したのはあなたですよねっていうのが本音なのかなと。Apple ID のアカウント乗っ取られた時も、ね、ご自身で2ファクターの許可をしてしまったとか、そういったユーザー側にも過失というかね、落ち度というか、それありますよね。許可したのはあなたですよね。なので、この不正利用、不正請求に関しては返金できませんとかですね。そういった判断をしているのかなっていうのがすごく感じ取れます。これはね、僕 Apple の型を持ってるとかそういったことではなくて、あくまでも Apple の対応を聞いていると、なんかそういう風に聞こえるんですよね。で、これね、例えばこれ被害者の方がキャリアも Apple も何にも対応してくれない。そして被害者の方が警察に相談にね、一応僕は行ってくださいって言ってるんですね。相談履歴を残せるのか、被害届を受理してくれるのか。これはその警察署の判断によりますので、行くだけ行ってくださいっていうふうには僕は言っております。ただ、僕のね、またこれ個人的な見解の話しますけれども、警察署から言われるセリフというのは大体決まってます。これって被害者は Apple ですよねとか、これ、例えば仮にね、ドコモだった場合、これ不正利用されたのはドコモさんですよね。だったら、ドコモなの、キャリアなのか、Apple が被害届を出さないと、ちょっと調べたり、事件性にはできませんね、みたいなことをおそらく言うと思います。今回の動画なんですけれども、その Apple ID のアカウント自体がね、乗っ取られないようにするっていうのが一番、ベストですよね。これはもう皆さんも、ご理解していただけると思うんですけれども、ただね、このフィッシング詐欺、単純にクレジットカードのなんちゃらかんちゃら支払い停止してますよとかね、あからさまなメッセージが来ればですね、これはフィッシング詐欺だなっていう判断ができると思うんですけれども、これ十分に注意していた上級者の方でも、この不在通知、ここで Apple ID のアカウントを乗っ取られてしまうっていうケースは過去にいくつもありました。ね、YouTube でね、Apple 製品、いろんな情報発信している方でも、アカウント乗っ取られてしまったっていう方がいたみたいなので、それぐらい上級者、中級者の方でも、ね、いとも簡単に信用してしまうっていうケースは、やっぱ今後もあると思います。なので、そうなる前に必ずそういったメッセージが来た際にはリンクを踏まない。改めて注意喚起なんですけれども、十分に注意していただきたいなっていうのが一つ。そしてもう一つ、この iPhone の支払い設定ですね、支払い方法。キャリア決済にされている方もちょっとね、注意していただきたいなと思います。最初はね、このアカウント自体が乗っ取られなければね、特に問題ないとは思うんですけれども、
ただ、この不正利用っていう部分に関しては、Apple ID 関係なく不正利用される可能性っていうのは年々増えてきております。今回の Apple ID のアカウント抜きにしても、キャリア決済であったり、カードの不正利用であったりだとか、そういったものは皆さんが知らない、表に出ていない、ニュースにもなっていないところではたくさんあります。例えば NTT200 万件以上の情報が漏洩した。これは人為的に漏洩、売買させたとかね、名簿屋さんに売ったとか、いろんな大企業が個人情報を流出しております。その個人情報の内容も、例えば名前、住所、電話番号、この程度であれば、ひょっとしたら大丈夫だったかもしれません。この中にはメールアドレス、そして Apple ID、パスワード、クレジットカードの番号、セキュリティコードの番号、それらすべて情報が漏洩していると思ってもらった方が僕はいいと思いますので、例えば Apple ID のアカウントを乗っ取られないようにするとか、例えばカードであったり、キャリア決済であったり、いろんなこの保証内容っていうのが小さな文字で書かれておりますので、皆さんが利用している支払い方法の規約っていうところをぜひね、チェックしていただきたいなと思います。今回のことを受けて iPhone の支払い設定、キャリア決済に指定している方はですね、クレジットカードを持っている方であれば、今現時点ではクレジットカードの方がいいかもしれません。それはなぜかというと、このカードには、ほとんどがね、保証であったり保険というのが組み込まれている可能性の方が高いと思いますので、そちらに変更していただくのも一つの方法だと思いますので、そのあたりはね、視聴者の方、ユーザーの方に判断をお任せしますけれども、ぜひね、ちょっと参考にしていただければなと思います。なので、ちょっと最終的に皆さんにご協力をお願いしたいと思います。今回お話しした内容の被害と同じ境遇に遭われた方、今現在進行形の方、こういった風に解決したよとかね、解決しませんでしたとかですね、クレームでも構いません。何でも構いませんので、この動画欄にコメント入れてください。では今回の動画もちょっと長い動画になってしまいましたけれども、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。